ご視聴ありがとうございます。今回は最近買った道具紹介させていただきたいと思います。一つ目、レノックスのカッター。台形刃を使うタイプのカッターです。もともと日本では一般的なこういう刃を折っていくタイプのカッターを使っていましたが、持ち運びで大きさが気になるようになりました。外で使うのでなるべく高耐久、頑丈なものも欲しかったので、コンパクトになりそうかつ頑丈そうなこのタイプを試してみることにいたしました。使い方は簡単です。パチッと開いて使い終わったらパチッと閉じるだけ。ブレードホルダーはスプリングの力で閉じ方向へ適度に引っ張られています。畳んだ状態でのロック機能はないんですけど、よほどのことがない限り不意に開いてしまったりはなさそう。開くとロックがかかります。背中のプレートを介してロックされる仕組み。特段ガタや遊びはなく、かっちりとロックされます。畳むときはプレートの下側を押し込んでロックを解除します。私、こういう折りたたみナイフって使っている最中に閉じちゃったりしないのかと変な恐怖心を持っていたのですが、使ってみてそれが杞憂だったと分かりました。いろいろな使い方しても予期せぬ動きはないですし、そもそも使用中に閉じてしまったとしても刃より先にホルダーが指に当たりますので、ざっくりとやっちゃうことはなく、これでももしそれが起これば怪我はしてしまいそうではありますが、そこまで心配する必要はないということが分かりました。展開や折りたたみに関しては片手で操作できなくはないですってレベルです。私もたまにはやりますが、刃のそばに指が来ますのでちょっと危ない。また落っことしたりもしやすいです。両手をちゃんと開けてからやった方がいいですね。刃の交換はこのボタンで行います。展開の途中、60度くらいのこの状態にして、このボタンを押すことで刃のロックが解除されます。交換は力いらずで可能。怪我する心配はないでしょう。その際、このカッターの特徴として刃の出代が2段階に調整ができます。レノックスの刃の特徴なのかな、台形上辺の切り欠きが一般的なものよりも2箇所多く備わっていまして、わずかではありますが刃の出代を伸ばすことが可能です。刃を長めに出しておくと段ボール解体している時などに便利に感じるっすね。肝心の切れ味ですが、評判通り良いものと感じます。硬いものや厚いものを切る作業に向いていると感じました。刃の厚みがしっかりとありまして、他社の台形刃よりもがっしりとしています。そのため使用感も同じくがっしりとしたもので、力入れた時にその違いははっきりとわかります。パワープレイ多い方に合ってる製品だと感じます。逆に薄いもの、薄紙を切るのは苦手ではないですが、スパスパ切れるというわけではなく、特に切っ先ではなく腹って言えばいいのかな、刃の途中から紙やゴムを切ろうとすると手こずる場面はあります。よく切れるというよりは力で持っていける刃という感じですから、私の使い方ではものすごい感動みたいなのはなかったっすね。耐久性については何ともって感想です。確かに刃は折れません。先端の細い部分ですら折れたの経験はしておりません。しかし普通のカッターに比べて切れ味が落ちるのは早い印象を受けています。強い分刃に負担かかる使い方をしているのかもしれませんし、紙を切るのには向かない刃なのかもしれませんが、なんか切れないと感じるまでの時間は早めだと感じております。で、ブレードにはしっかりした不満がありまして、最初に付属していた刃が不良品だったのか、ものすごく切れなかったんです。もう本当に切れなくて、紙が切れない、段ボール切れない、ゴムホースなんか全然切れなくて、ゴシゴシこすってるような感覚で、先端使えないと全く刃が入らなかったんです。硬いものも同じく切れず、木もダメ、薄い金属も切れませんでした。台形刃ってこういうもので、私の使い方が悪いのかと悩んでしまうぐらい切れませんでした。不良についてはどんなものでも起こり得ることですから仕方ないとは思いますが、そのため心証はちょっと悪く、レノックスは刃が優秀と聞いて期待も大きかったので、なおさらがっかりはしてしまいました。こういった折りたたみタイプのカッターの中ではボディはスリムな方ですし、刃の評判もいいんですけどね。よく切れて耐久も高いと評判の刃ではありますが、私の場合は運が悪かっただけかもしれないんですけど、ですから購入の際にはお店でパッケージを開けて試し切りをするか、替え刃も一緒に買うことをお勧めいたします。
それからもう一点、ブレードを展開するときにここ刃の交換ボタンを触ってしまいやすく、そうしますと展開途中に刃が変な位置に移動して噛み込んでしまうことがあります。こうなってしまうと無理くり引っこ抜くしかなく、どうにもならなくなっちゃうんです。しかもこの状態、一様に刃がロックされたように感じますので、そのまま使ってしまうと事故につながる可能性はありそう。交換ボタンのこのデザインは好みではありません。最後にもう一点、お尻部分にマイナスと線抜き機能がありますが、引き出すのがものすごく硬くて大変です。個体差はありそうですが、私のは油さしてもよくならず、手袋をしていたり布を当てれば押し込んで出すことは可能ですが、スプリングが強すぎるような気がしています。もしこの機能を期待される場合は、このレノックス候補から外すべきだと感じました。レノックスのカッター、とても良いものだとは感じています。ただ私は最初外れ引いてしまったので、ちょっと偏った評価とはなっていると思います。普通のカッターでパワープレイに物足りなさを感じていたり、全長の長さが気になっている方に試していただきたい製品と感じました。2つ目、藤谷さんは黒金のニッパー。つら切りできるのに鉄線のカットも可能と謳っている珍しい道具です。黒いグリップに黒いメッキ、ピンポイントで金が入っていて質感は高く、なかなかかっこいい外観をしています。切断能力は鉄線が 2mm、銅線が 3mm まで。鉄線というのがどこまでのものを指すのかは分かりませんが、私はコンマ 8mm のステンワイヤーを刃の先端部分で切って使っていることが多いです。今のところこれで問題は起きておりません。このニッパー、ボルトのワイヤリングを外すのにとても使いやすいです。普通の強力ニッパーは刃先が太いので、ボルトの際で切るのが難しく、対してこの黒金は先は薄く、また表面がフラットになってますので、とても作業がしやすいです。それから細かな作業に使いやすいですね。ラチェットを改造するときに小さなスプリングをカットしたりしますが、その作業は基本これでやっています。あとはタイラップを切る作業。先端が薄いので細かい箇所で使いやすく、また面で切ることが可能なので怪我しない切断面となります。そこそこの金属線が切れてタイラップ作業も可能。これ1本持っておけばオートバイ整備するにはほとんど困ることはないでしょう。切れ味はとても良くて、最終的にはパチンと切れますが、最初刃がスッと入っていくような感触が手に伝わってきます。また細い線、より線の1本でもしっかりと切ってくれますので、刃の合わせは良さそう。ちなみに刃の合わせは正刃、逆刃、これ読み方がわからないんですけど、とにかく2パターンがあるそうで、正刃と呼ばれる状態が耐久性が高く正しい状態だそうです。私のはしっかりこうなっていました。黒金特集のウェブサイトで知った内容、とても面白い特集でしたので、ぜひご覧になっていただきたいです。懸念があるとすれば耐久性です。刃がこの形状ですからバチバチ強いってことはなさそう。私のもよく使う部分は波打ったようになっています。全然切れ味が落ちたとは感じておりませんが、耐久面はまだ信頼しきれてはおりません。黒金のニッパー、なんとなくの先入観からオートモーティブ系のイメージはなく、使ったことなかったのですが、今はとても気に入っている製品です。お値段ちょっと高いんですけど、見た目は良く、品質も高いと感じています。今後長期間使ってみて、特に耐久の部分、またしっかりレビューをしたいと思っています。ご視聴ありがとうございました。当チャンネルではこんな感じに道具の紹介をしております。お時間許しましたら他の動画も覗いていってみてください。皆様には再びお会いできますことを願っております。それでは次回まで。See ya。